者係一個 set。總之入到去咧，所有嘅嘢包括。私が小さな頃からすごく惹かれていた香港、そして九龍城塞。九龍城塞を舞台にした映画トワイライトウォリアーズを見て、その熱が一気にぶり返し、いても立ってもいられなくなって、今はなき九龍城塞の面影を探す旅に出た。チムサチョイ、チョンキンマンション。かつて九龍城塞と並んで香港の魔窟と呼ばれていたビル。今ではすっかりきれいで安全になったけれど、建物の内部はまだ以前の雰囲気を残していて、レートのいい両替やインド料理店、小さな雑貨店などがひしめいている。まずは一番レートのいいところで両替をして、今日はこのビルの中にたくさんある安いゲストハウスに泊まる。チョンキンマンションには一度泊まってみたかった。安いからとかじゃなく、香港を愛する旅人として、昔小説深夜特急に夢中になった一読者として、必ず通るべき儀礼だと勝手に思っていた。数あるゲストハウスの中で選んだのはドラゴンイン。名前がめちゃくちゃイケてるし、アゴダでの評価も悪くなかった。Hi. Yes. Okay. So can I borrow your passport, please? Okay. 来てから知ったことだけど、ドラマ深夜特急で宿泊した宿らしい。刷一下。WiFi 的密码是这个。OK。你洗澡之前要先开这个热水器15分钟。好。这个遥控器在这里。好，谢谢。啊，不可以。わお。簡単に言えば超快適な独房だ。これはすごい。バスルームもとても狭いです。おトイレと洗面台と、シャッターだ。これがシャワーになります。すごいな。こんにちは、アジアを旅するカオです。私は今香港のチムサツイにあるチョンキンマンションの中のゲストハウスに到着しました。少し前に日本でも大ヒットした香港映画トワイライトウォリアーズを見て、私昔から九龍城にすごく興味があって、写真集とか買って見てたんですけども、今回映画を見て、もう香港熱、九龍城熱がブワーッとぶり返してしまって、いても立ってもいられず、香港の昔の面影を残した場所の動画を撮りに香港にやってまいりました。今回はそのトワイライトウォリアーズの舞台となった九龍城をテーマにしつつ、九龍半島側の古い場所、お店を巡ってみようと思います。ではこれから香港の街に出て、お昼ご飯を食べて街を歩き回ろうと思います。もう一つ、チョンキンマンションでしなければいけないミッションがある。インドカレーを食べること。チョンキンマンションにはインド人がたくさんいて、本格的で美味しいインド料理が食べられるらしい。小綺麗でおかずも美味しそうなこの店に入ろう。メニューも豊富。よくわからないのでチキンカレーのプレートにした。ご飯の量バグってない？チキンカレー、スープ、インゲン煮込み、野菜カレー、豆カレー、
野菜カレー、ほぼ全部カレー。メインのチキンカレーをパラパラご飯に混ぜてみる。美味しい。カレーにしては脂っこさはなくさらっとしていて、素材とスパイスの複雑な風味が面白い。スパイスは効いているのに、ちゃんと野菜の甘みも生きていて、優しい味わい。周りには何語かよくわからない言葉が飛び交って、チョンキンマンションのカオス感が感じられる。食べ物だけでインド旅行気分。南インドのカレーです。カレーの味の違いを表現する言葉を持ってなくて、全部カレーなんですけど、でも確かに味わいは全部違います。このスープは何だろう。人生で一番酸っぱいスープだった。やっぱり他のインド人は手で食べてる。インドカレーに対する解像度が荒すぎて、カレーです、美味しいですとしか言えないけど、今私は香港の人種のるつぼにいて、人生でやるべきことのスタンプカードに今日2つ目のスタンプを押せた。さあ、香港ノスタルジーとトワイライトウォリアーズに浸る旅だ。映画はこの果物卸売市場、サモハン演じる黒社会のボスの根城から始まった。この市場は1913年に原型ができ、2009年に2級歴史建築に指定されていて、シャッターや看板の書体にも昔の香港を感じられる。夜のヤウマーテイからモンコックを歩いて、香港のかけらを拾いに行く。チープな雑貨がごちゃごちゃと集まる女人街で、这个怎么卖？29哦。还要那个。香港かぶれな T シャツを買って、モンコックでかわいいミニバスを見て、幻想的な金魚市場まで歩いたら、お腹が空いた。ご飯を食べに行こう。晩ご飯はシャムスイポーの屋台で食べる。路上の厨房。爽快ですっきりした味わいのブルーガール。たくさん歩いた体の隅々まで冷たいビールが染み込んでいく。エビ入りの洋州チャーハン、塩漬け卵黄入りのイカフライ。すごい量になった。ご飯粒はパラパラ、空気を含んでふわふわなチャーハン。うんまい。お米一粒一粒がうまみをまとっていて、脂っこさもなくサラサラで、薄味なのにとても満足感のある味。そしてチャーハンの中に大ぶりなエビがいくつか隠れていて、この炒め加減が最高で、プリップリでジューシー。香港はやっぱりエビが美味しい。塩漬けの卵黄が入ったイカフライ。これはびっくりするほど濃厚な味。
イカはやっぱり新鮮。衣にもしっかり味がついていて美味しい。そこに卵黄が入ってこってり感が激増してる。美味しいけどたくさんは食べられないので、超こってり好きじゃなければ普通のフライ推奨。パラパラチャーハンにエビ、最高。チャーハンもイカフライも料理の味がいい。雰囲気だけじゃなく食べ物も美味しいいい店だった。夜のチョンキンマンションに帰ってきた。ビールと残り物でこの夜を楽しんで、また明日、映画を思い出しながら九龍半島を歩き回ろう。暑い町では朝が勝負。朝早くから開いている朝ごはん屋さんや市場を巡るという重大ミッションがある。おはようございます。チョンキンマンションのゲストハウスの夜が明けました。夜は人がうるさいんじゃないんですけど、なんか水の音とか、なんかゴーって音とか、よくわからない音がたくさんしました。今日も九龍半島の色のところを回ってみたいと思います。では行ってきます。フロントでスーツケースを預かってもらって、というわけで憧れのチョンキンマンションのドラゴンインに宿泊しました。いざ早朝の香港を感じるためシャムスイポーへ。古い建物や香港らしい空気の残るシャムスイポー。朝からにぎわう市場を横目に、まずはローカル朝ごはんを食べる。昔ながらの香港スタイルの喫茶店。看板メニューは卵と牛肉のサンドイッチ。奶茶，然后上面是对对对对，啊要。芳醇で幸せな香り。砂糖が入っていなかったので控えめに入れる。濃くに出した紅茶の風味とエバミルクのクリーミーな味。渋くなくてめっちゃまろやかです。紅茶の風味がしっかりしてる。このサンドイッチは初めて食べる。牛肉の味付けが意外なことに中華風っていうか、牛肉で餃子を味付け濃いめ、風味濃いめ餃子の具を作ったみたいな感じ。そして卵です。卵の焼き加減が絶妙。薄焼きにしてるんですけど、半熟部分がほんの少し残ってて、焼けたパンが香ばしくて満足感はあるけど重すぎない。ニンニクに本当に醤油ベースの味がしっかり染み込んでいます。リッチな風味のミルクティーも美味しくて元気の出る朝ごはん。食べたい。
今回の旅のメインイベント、急流城塞内部の映画セットのエキシビジョン。ポスター見るだけで気分上がる。張り切りすぎて20分前に到着したんですが、今15分前で誰も来ません。やっと開いた。来たー。あれ？エキシビジョンはまさかの11時からでした。あと1時間どっかで待ちます。同じフロアにいい感じのカフェがあったので、ここで気持ちを整えて、いざ。映画に登場した小道具や城塞内部のセットが小さな空間にギュギュッと凝縮されていて、とても濃い展示。胸熱。住民たちが集まっていた食堂や理髪店。一番乗りした階になってチャーシュー飯の席を取れました。本当に映画の中の世界に来た感じがします。カウンターやメニュー、厨房内部まで急流城塞の様子がとても細かく再現されている。最高です、この価格。すごく私がこういう昔の香港の風景を見たくて何回も足を運んでるんですけど、それがそのままここに再現されてるので、本当に見に来てよかったです。或者係一個 set。總之入到去咧，所有嘅嘢包括佢嘅場ではこれから実際に急流城のあったところ、今公園になっているんですが、そこに向かおうと思います。ロンギュンフォン発見。请勿靠近木門，請不要靠近木門。急流城公園の周りのエリアは今美味しいお店が集まっていて、そこでお昼ご飯をいただこうと思います。目当ての店が混んでいたので、とりあえずお茶を一杯飲むことにした。古い漢方医院を改装したカフェ。なんか効能がありそうなお茶にしました。これは漢方で体内の気や血の巡りを良くしてくれるお茶らしい。美味しく飲んで元気を補充したら、お昼ご飯は昔ながらの香港式ファミレス。ここで食べたいものがある。これだ。チャーシュー飯。本来乗っている半熟卵をあえて抜いてもらった。完璧。これで完全に主人公が食べていたチャーシュー飯になった。醤油だれもかけて。正直これを食べに来たのは完全に映画へのオマージュのためで、味は重要ではなかったのに美味しい。この豚の赤身肉がしっとりとすごく柔らかくて、甘めの醤油だれがしっかり染み込んでいる。肉を噛みしめるたびにじんわり甘いタレの味が口に広がって、また食欲を刺激する。飢えていた主人公みたいに確かにガツガツとかき込んで食べたくなってしまう味だ。ここまで来たらこの店に来ないわけにはいかない。ここは急流城前のデザートのすごい有名店なんですけど、以前食べた黒いトロトロのイク
黒ごまのお汁粉みたいなのがめちゃくちゃ美味しかったので思わず食べに来ました。あ、谢谢。ものすごく濃くてトロトロ。あれ？団子がない。団子は別注文だった。うわ、溢れる。やばい。溢れる。うわー。とても豊かな黒ごまのコクと香りに、一瞬遅れて甘みが感じられる程度の控えめな味付けで、最大限にごまの風味を感じられる。団子が真っ黒になった。ふわっふわ。何回食べてもびっくりする。すごい。なんでこんな食感になるんだろう。もちもち。この最高な食感の中にシャリッとした甘いすりごまあんが入ってて、中からも外からもダブルごまでとても贅沢な味わい。自家製ごまペーストで作っているのもこだわり。来てよかった。さあ、九龍城塞公園へ。ここはかつて実際に九龍城塞の存在した場所。こんな感じで美しい庭園のようになってます。ここに土台の残骸が。私が訪ねた時は写真の展示だけだったけれど、現在映画セットの展示がこちらに移転して見られるようになっているそう。以上、今回は香港で映画「トワイライト・ウォリアーズ」に関連のある場所を中心に香港の懐かしい雰囲気を残した場所を巡ってきました。この後私は香港島の方に向かって今度はこの九龍半島とはまた違う雰囲気の香港の懐かしい姿を探しに行きたいと思います。では最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。到这，拜拜。